ソフトピンクめちゃめちゃいい。秒間 12GB 爆速、 AI 性能約3倍、ゲームも普通にできます。物にもポートレートモードが使える。どうもこんにちは、まみよしです。ついに届きました iPhone 17E のソフトピンク。今回は前モデルの iPhone 16E と比べて 17E どう進化したのか、スペックやカメラの比較、実際に比較しながらレビューしていきます。早速チェックしていきましょう。ということで iPhone 17E 開封していきます。オープン。おー、めっちゃいいなこれ。ほんのりピンク。iPhone 13あたりで出たピンクと結構似てる感じの印象。まあでもちょっと薄いかな。このカメラ周りの部分もしっかりピンクになっています。こんな感じの色味。まあ単体だとね、照明によっては若干白っぽく見えることもあるんですけども、こうやって真っ白のモデルを横に置くと結構ピンクなのがわかりますね。白と比べるとこんな感じ。本体に関しては、背面に関しては全く同じ。上側も同じで、右側面全く同じで、左側面アクションボタンがあって音量の上げ下げボタン、ここら辺は変わらないんですけども、今回 16E にあった SIM トレイが今回の 17E はなくなっています。なので今回 eSIM オンリーになりました。eSIM に関しては横に置くだけで自動的に移行ができたりするので、そこまで気にすることはないと思います。ただ格安 SIM によっては eSIM ないものもあるので、その辺は確認してみてください。基本的な仕様の SIM であれば eSIM に対応しているのがほとんどです。で、上側も全く一緒で、下側も全く一緒になります。なので外観で変わったのは色味と SIM トレイのありなしのみになっています。ただこのソフトピンクの色味だけでもう買う価値あるぐらい、かなり淡くて綺麗な色味になっています。この色味どう感じるのかコメントで教えてください。主張しすぎないピンクでかなりいい感じだと思います。そしたらフィルムの方を貼っていきます。今回貼るフィルムはこちら、モンスターフィルム。今までいろんなフィルム使ってきたんですけども、フィルムの質と価格を考えるとこれが一番おすすめできる製品になっています。ちなみに今までのパッケージはこれ、多分これ見たことあると思います。ちなみにスイッチ2用も Amazon でベストセラーになってます。ということで今回貼っていくのがこのアンチリフレクションタイプ。中身はフィルムとガイドと2枚目のフィルム、そして貼り付けマニュアルに拭き上げキット。まずは1番のアルコールタオルで拭いて、2番のクロスで拭き取る。ホコリが乗ってる場合はこのステッカーでホコリを取っていきます。ただ今回こちらのガイドを使ってフィルム貼り付けるんですけども、このガイドのピラピラがね、ある程度ホコリ取ってくれるので、ちょっとホコリが入っててもかなり綺麗に貼れます。貼り付けは簡単で iPhone にかぶせてあげて、1番を引っ張る、2番をスライド、3番をスライド、このまま待ちます。あとはトップの方から剥がしてあげる。これでフィルムを剥がしてあげて、気泡が入った場合はこの付属のヘラで押し出してあげれば OK。 吸着力をかなり上げてるらしいので、気泡は少し入る可能性もあります。もちろん全く入んない時もあります。貼り付け完了。こんな感じでかなり綺麗に貼れてるのがわかると思います。特にこういう縁とか結構ずれがちなんですけども、こういったクリアランスも全くずれてないのがわかると思います。このガイドめちゃめちゃ質がいい。で、2枚目貼るときはこちらを出してあげて、このガイドにセットしてあげればもう1枚も貼り付けることができます。ちなみに割れたりずれたり気泡が入った場合に関しては保証対応できることがあるので、まずはサポートに連絡してみるといいと思います。で、今貼ったこのフィルムアンチリフレクションになってるんだけど、こっちの通常のフィルムと比較してみる。左がクリアフィルムで右がアンチリフレクション。こうやって見ると照明の反射具合が全然違うのがわかると思います。今撮影してるカメラに関してもこっちはかなりくっきり見えてるけど、アンチリフレクションはかなり薄くなってます。で、それでいてこんな感じで画質全くと言っていいほど変わらないので、これめっちゃわかりやすいね。外でもこんな感じで見やすいのがアンチリフレクション。アンチグレアみたいに画質が悪くなったりもしないので、このアンチリフレクションのモンスターフィルムかなりおすすめです。ちなみに今回 10% オフのクーポンコードも用意しているので、フィルムで迷ったらこのモンスターフィルムぜひ試してみて。そうしたらこちらの 16E と 17E、 まずはいつも通りベンチマークソフトを使って実際にどのぐらい性能が上がっているのかをチェックしていきます。まずはアンツツベンチマークの結果、 iPhone 16E が 1619582 に対して iPhone 17E は 2081354。 CPU、GPU、メモリ全体的に性能が向上しています。だいたい 20% ぐらい性能が向上している形になります。続いてギークベンチで CPU 性能、シングルコアが3293から3348、マルチコアが8198から8418。CPU に関してはそこまで性能差っていうのはないですね。続いて GPU に関しては 16E が 24759 に対して 17E が 31187。こちらは約 25% 性能向上しています。4分の1性能が上がってるので、結構ゲームとか GPU を使う作業っていうのは快適になると思います。コア数とかは特に変わらず。続いては Geekbench AI で AI スコアをチェックしてみました。こちらは GPU での AI スコアになります。で、このスコアはそれぞれ
ぞれ何に使われてるのかというと、シングルに関しては高精度な AI 作業、ハーフプレシジョンが一般的な AI アプリ、基本的にここが重要になっています。一番下がリアルタイム処理なんかの速度優先の AI 作業に使われるスコアになっています。それぞれシングルは4398から7286、ハーフが5011から14964、これは約3倍ぐらいになってますね。空音帯数も4751から15490。今回ね AI 性能っていうのが特段かなり上がっていますね。約3倍になっています。なので今 Apple Intelligence はねあんまり目新しい機能はないんですけども、今後 Apple Intelligence が進化してきたり、それこそサードパーティー製のアプリとかも AI 搭載してる機能もあるので、そういったものをよく使うとか、そういった方はこの AI 性能の GPU の進化を感じられると思います。そしてニューラルエンジンっていう AI 専用のチップがあるので、そちらも測ってみました。それぞれスコアは一緒ですね。ニューラルエンジンに関してはそこまで変化はないかな。よくて 10% アップなので、やっぱり今回はニューラルエンジンとかよりも GPU の性能アップっていうのがかなり感じられると思います。なので今後 AI がかなり進化してきて、オンデバイス上でいろいろ作業をやるってなった場合も iPhone16E だと厳しい場合も iPhone17E だと快適に作業ができるっていうことが増えるので、この2つで迷ってるんであれば中古で iPhone16E を買うよりも新品の iPhone17E を買う方がおすすめです。17E は今後 3,4 年とかなり長く使っていける端末になってると思います。続いてこの iPhone の中にあるストレージの速度を測ってみました。これも結構進化していて、 iPhone のディスクに書き込む速度がだいたい秒間 1.1GB ぐらいなのに対して iPhone17E は平均 5GB になってるので、だいたい5倍速になっています。なので書き込みがかなり速くなってる。でそして読み込みに関してはだいたい1000から2000ということで、これも2倍になってますね。でそして今回ディスク容量を 500MB で測ってみたんですけども、ちょっと 10GB で測ってみましょう。そうするとねもっとすごくて、こちらの速度がなんと今 10GB 書き込み完了で、こっちはまだ 80%、 なんと秒間 12GB ということでもう爆速になってます。本当にこんな速いのかなって疑うレベル。もしかしたらこのソフトの不具合とかでなってる可能性もあるのかな。でリードはやっぱりね2倍速になってますね。ちょっともうちょい 3GB ぐらいでやってみようかな。3GB でもやっぱり9800ってなるので、やっぱりね秒間 12GB できると思います。なのでディスク速度はめちゃめちゃ速くなってると思います。ちなみにこっち 16E が 128GB で、こっちの 17E は 512GB モデルになってるので、その辺の違いももしかしたらあるかもしれません。とりあえずディスク速度に関してはかなり上がってるっていう感じです。続いては 3D マークというゲーム性能を比較するアプリで検証の方をしていきましょう。スティールノマドライトという昨日の M5MacBook Air のレビュー動画でも使ったものでゲーム性能の方を検証していきます。スタート。 iPhone17E の方が先に始まりました。 FPS はねここに出てます。ちょっとこれだと分かりづらいか。ちょっとね FPS 値が低すぎるので、もうちょい軽いやつでやっていきます。ソーラーベイでやっていきましょう。反射をリアルにするレイトレーシングが使われている検証になります。これは結構違うね。23と32ぐらい。この辺倍ぐらいになってますね。結構すごいな。これ多分ニューラルアクセラレーターとかの恩恵がもしかしたら出てるのかも。倍まではいかないけど 1.5 倍ぐらいの FPS にはなってるかな。でそしてなんか 17E 画面ちょっと暗くなりましたね。もしかしたら熱制限かかってるかな。厚さはねだいたい一緒ぐらいだけど、ちょっと 17E は暗くなりました。もしかしたらさっきのディスクの読み込みのやつでめっちゃ発熱してたのかもしれないです。とりあえず一回これで回してみます。ちょっと見やすくするために明るさ調整しました。結果がオーバーオールスコア4504と6184ということで 37% ポイントが上がっています。でアベレージフレームレートに関しては 17.1 から 23.5、 明るさ戻りました。 16E はセクションごとにそこまで下がってないけど 17E は30からセクション3では 18.1 になってるので、熱でちょっと性能下がってる感じですね。でフレームレートは低くて14、高くて25なのが低くて15、高くて40と、安定度はねこの 16E と比べて 17E ちょっと低くなっていますね。ちょっと冷ましてからもう一回やってみましょう。ということで約20分冷ましたので、こちらでもう一回ソーラーベイやってみます。結果がこちら。 FPS の下がり具合に関しては両方とも同じになりました。フレームレートに関しては最低値が14から18、最高フレームレートが30から 40fps になっているので、だいたい 30% ぐらい FPS が高くなっています。ということで次は原神でゲーム性能の方をチェックしていきましょう。ということで原神の方をプレイしていきます。デフォルトの設定に関しては画質は中で、こんな感じの設定がデフォルトになっています。まずは最高画質にしてフレームレートを60にしてみます。でメタル FX の項目に関してはないですね。じゃあこれでやってみます。なるほどね。最初はカクカクしたけど動くのはできるな。じゃあちょっと移動してみます。
マップ移動に関してはこんな感じの速度。普通に速いね。移動したてとかに関しては若干カクつくことはあるかな。この辺に関しては全然問題なくプレイ。最高画質でもね、こういったマップ移動とかに関しては全然いけますね。で、いつも検証で使ってるスメールのここにね、乗ると結構重くなるんですけども、普通に滑らかだね。意外と最高画質でもなんかいけそうな感じはあるな。長時間やってくるとね、多分カクついてきたりするとは思うんですけども、普通にいけてます。これでちょっと10分ぐらい放置してみます。10分間重いシーンでずっとつけっぱなしだったんですけども、特になんかめっちゃ重くなってるとかはないな。で、画面も暗くなってたりしないっていうか、今ちょっと暗くなったかな。なのでなんかゲームも iPhone 17i かなり快適そうな気がします。ちょっとこの辺カクついてたかな。若干重いところだとカクつくけど、設定を下げてあげれば普通にいいと思います。やっぱマップの読み込みしたてはちょっと重いね。こんな感じでちょっとカクつきます。ただ、どのデバイスでも基本そうかもしれないな。水に入ってみると、水中はやっぱ振り向きがちょっと重い感じはあるかな。それ以外は問題なく動作してますね。なのでゲームも普通にできます。続いてカメラの画質チェック。これが1倍。左が16位、右が17位。こうやって見ると画質はほぼほぼ一緒。で、これが2倍ズームでの画質。これも一緒ですね。ゴーストの出方とかも一緒です。で、続いてこちらが動画。動画も一緒ですね。インカメも試してみたんですけど一緒でした。EXIF 情報を見ても解像度、画角、F 値、すべて一緒なので全く同じものを搭載してるはずです。で、カメラ1点だけ変わったポイントがあって、それがポートレートモードになります。今までの iPhone 16i に関してはこんな感じで人以外にポートレートモードが使えなかったんですけど iPhone 17i はこんな感じで物にもポートレートモードが使えるようになりました。これかなりでかいね。で、ちょっと実際に撮ってみます。で、これプレビューだとね、ちょっと際の部分が若干ぼやけてるんですけども、これ一回撮影しちゃえば際の部分もかなり綺麗になりました。なのでポートレートモードが使えるっていうのは結構でかいですね。で、これ撮影した後にもポートレートモードオフにできて、これがポートレートなし。ポートレートオンにするとこんな感じでさらにボケるようになると。で、こちら、設定でさらにね、背景のボケの量っていうのも調整することができるので、一眼チックに雰囲気のある写真を撮りたいっていう方は、この iPhone 17i のポートレートモードが撮れるようになったのはかなり嬉しいポイントになってると思います。で、そして今回の iPhone 17i は待望のマグセーフに対応したので、こういったマグセーフアクセサリーをくっつけて便利に使うこともできるし、こういったマグセーフのモバイルバッテリーを貼り付けるだけで最大 15W のワイヤレス充電をすることもできます。マグセーフ対応になったのはかなり嬉しい。ということでいかがでしたでしょうか。 iPhone 17i、16i の欠点だったマグセーフ非対応っていうのも解決したし、16i と比べて 17i 順当にスペックも上がっていて、一般向けの iPhone として完成された iPhone になってると思いました。画面は 60Hz なので 120Hz の機種と比べてちょっとカクカクして見えるっていうのはあるんですけど、この iPhone 17i 買う人に関しては 120Hz 非搭載のモデルから買い替えなので気になることはないと思います。今回の 17i ゲーム性能も高いし AI 性能もかなり強化されてるので、今後ね3年4年と長く使っていける端末になってると思います。あとは何といってもこのソフトピンクの色味、この色が好きだったらもうこの iPhone 17i ソフトピンクで全然いいのかなと思いました。他にも今回発表された Apple 製品レビューしてますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。以上、バイバイ。